こんちは。4G ピアス取得の旅パート3、始めてまいります。剣聖と増弾のピアス取得を目指す道のり。まずはネルスキュラの討伐からですね。ランク的には G2 だからこの位置にいるが、ぶっちゃけガララーシュと順番逆だよな。武器は片手からライトまで5種類だ。なんというか、正直微妙なラインナップだよね。強武器の類がありませんね。武器自体のスペックは片手やランスが強めです。パッと見でしんどいのはなぜか上位武器のスラークと、相変わらず弾が終わってるライトですね。闘技大会だと通常にすら持ってないからね。何が楽しいねんこれ。で、肝心の内容なんだけど、ぶっちゃけ何も言うことがないよ。潜らないのを祈ってひるみによるダウンを狙い続ける。それだけのクエですね。もともとスキュラーシュ自体がかなり地味な上に1頭だけ、G2 の追加アッシュ組ってだけで存在してます。そんなわけでこいつの闘技大会はバッサリカットね。あまりに地味すぎて動画1本は耐えられないとの判断。唯一言うことがあるとすればライトかな。終わってるよこのクエ。なんと物理弾が通常3と貫通1しかありません。よほど上手くないと後半は通常1を打つしかなくなります。一体どこの誰が G 級にもなって通常1を打ちたいのか、ほんと理解に苦しみますね。最終的なタイムはこんな感じになった。自然に A が取れたのは2つだけか。ただこれ S ランクは2分30秒以内とかなり厳しめ。ソロ取得は大変そうだね。S を目指すなら腹ダウンのループが必要になります。ちゃんと手順を覚えないといけませんね。とまあ、そんな感じではありまして、本当に見どころが少ないクエストでした。闘技大会の単体クエってそもそも存在意義がな。スキュラーシュの数少ない登場シーンではあるが。さあ、ということでここからがこの動画の本番。4つ目のクエストに移るぞ。次はディア2頭の討伐です。ここから一気に難易度が上がります。このクエはすでにタチとランスでクリア済みだったので、あとは双剣、スラーク、ライトですね。またライトあんのかよってのは置いといて、近接はそこそこのラインナップだね。まずは双剣から、実質スキルが挑戦1のみというふざけた構成だ。武器に氷がついててマシかと思いきや半分は水。正直、こちらも特に語ることない系ですね。クエストについてはここから2頭同時になります。幸い、分断策は問題なく使用可能。違うのはやっぱりモンスター自体の強さかな。爬虫類や昆虫どもとはわけが違う。一部を除いて先行と音爆弾が封じられてるのも面倒。特に原種は突進ボットだからな。分断策でフィールドを制限することで多少マシになります。適宜ノリも狙っていきましょうね。ノリは頭を狙うのが分かりやすくておすすめ。反応しない部分も割と多いので注意しましょう。ノリ攻防自体も結構難しめだから注意ね。クオミニなしのふざけたスキルなのが悪いんだけどさ。乗った後は腹を中心に攻撃したいけど、双剣だと尻尾いった方が良かったかも。微妙に手応えがないんですよね。リーチの関係で背中肉質に吸われてそう。とはいえ元が強武器なので十分やっていけます。さすがに火力も出てますね。よく言えば安定、悪く言えば面白みがないね。クリアが目的だからいいんだけどさ。アシュの方はステータスが強くてさらに強力だけど、個人的にはこっちのが戦ってて楽しいな。シンプルに行動パターンが多彩なんですよね。アシュはさばくのが難しい分攻撃チャンスも多いです。スキルほぼなしで戦わされますけど、怠慢であればなんとか勝負になります。どっちもギルクエ140で相手してるからな。それと比べるとさすがに簡単だわ。そんなわけで双剣でサクッと討伐完了。ギリギリ A ランクだったわ。ランスでやった時よりかかりましたね。あちらは見切りさんと方向を防げるのが大きかったか。にしても本当にふざけた装備してます。わざわざお守りで攻撃発動圏外にされてますよ。他の武器種でもこんなんだからね。どんだけ制限したいんだよ。ちなみにランスのクリアはペアの記録になってるが、これはサブキャラと繋げただけね。確か飛竜のコイン G を収集しようと思って、時短のために同行させたんでしたね。そういえばディアクエまで A ランクでクリアすると、増幅のピアスを直接受け取れますよ。ここでしか入手できない激レア防具だ。触光とかと同じくくりだね。見た目は耳飾りだけつくピアス系のもの。おしゃれ装備に使える、かも。ただ、残念ながら実用性はあんまりないです。増幅というスキル自体がすんごい地味でして。属性攻撃強化プラスアイテム使用強化の複合。しかもこれ単体では発動せず、スロセロとなっています。手持ちのお守りと超絶噛み合えば、ワンチャン双剣か弓で採用できるかなくらいかね。それにしても防具一箇所これで潰れるのはな。あまりにも見合ってないよね。まあ、勲章的な意味合いが強いですね。折り返し良すぎたってことで。ということで次はスラークなんですけど、このクエは多分、これが一番早く終わります。スラークが双剣を超えるという異常事態。完全にノーマークだったが。この武器、麻痺がかなり強力だ。属性値400を強属性瓶が補強する。
1投あたり2、3回は麻痺が入りますね。1回目はだいぶ早く取れます。まひらせたら腹に当たるように斧で振り回し、切れ味青ですが結構軽くも出てくれます。振り回しの際の位置取りはかなり慣れがいりそうだが、ポテンシャルを感じるよね。とにかくまひりやすいから他の武器との組み合わせも強そう。剣譜装剣あたり熱いんじゃないか。腹に乱舞してんのが結局一番ですからね。属性は通りづらいですが、あんまり関係なさそう。アシュだけになってもその強さは変わらず、スラークの麻痺強いかもしれません。極限相手には振り回しは激烈に弱そうだが、通常個体には悪くないかもね。競争はないけど、あんまりそれを感じさせなかったわ。唯一小耳がついた武器種ってのもあるしな。何よりこれがでかいですよね。ティア君はまあまあ方向の頻度高いので、攻撃チャンスだけでなく防御面でも重要です。ノートしてれば緊急回避でかわせますが。ここでも麻痺が入って絶好のチャンス。怒り中に来てくれるとなお嬉しいね。言うてもスキルは小耳しかないから、怒り中のスピードには全然ついていけんのよな。アシュはかなり高速化しますからね。ノリダウンもより難しい。切り方は相変わらず無駄が多いですが、それでも十分な活躍でした。ここで討伐完了。一番早いタイムが出たね。ソロだと間違いなくこれが最速だろう。しかしソロ S は相当ハードルが高そうですね。そろそろ根本的に考慮されてなさそうなのが増えます。さあ、これで近接が終わり5分の4武器種クリア。一見順調そうに見えますが。このクエは次の武器が全てと言っていい。覚悟して挑むぞ。さ、じゃあライトボウガンやっていくか。これは問題児だね。このクエどころか G 級冬季大会全体を見ても、相当ヤバい部類の武器ですね。所持アイテムとスキルは、まあ普通です。連発数、装填数、フルチャと見た目が良さげ。アイルージュは倍率かなり低いけど一応最終強化だ。通常の装填数が多いから、これを活かすのかな。ただ、この訓練でも問題になるのが所持弾の貧弱さだ。見ろよこれ。調合素材は愚か、素で通常にを持っていません。スキュラと変わらないじゃないですか。おそらくマルチのサポ用を想定してるんでしょうけど、それにしても通常にを持たせない理由になりません。これがソロだとまあかなり痛くてね。相手が1頭だけならまだなんとかなるんだが。もちろん弾丸だけでクリアもできるんだが、普通にやってると時間切れになるよ。そこで攻略法の一つとして同士討ちがあります。モンスター同士で攻撃させ合うわけですね。これなら火力不足を防ぎつつ、射撃による隙を抑えてリスクも軽減できます。2頭を相手にしながら撃つだけでも大変だしね。片方が怒ったらなおさら。ま、この時点でおかしいんだけどね。何が悲しくて同士討ちなんて狙わないといけないんだよ。選択肢になる時点でおかしいんですよね。サポ用にしてもソロのこと考えられてなさすぎです。ちなみに同士討ちを使ったとして別に速くはありません。クリアが安定するだけですので。どの方法でどんなにうまくやっても25分以上、30分台は見ておいた方がいいと思うね。ちなみに同士討ち狙いでも分断策は有効。あちこち移動されると同士討ちも発生しづらいしな。突進も先行も大きく離されてしまいますからね。使った方がいいでしょう。ただし、攻撃をさばくのはもちろん難しくなります。生き残るだけでも大変ですよ。当然、小耳なんてついてないからね。この戦法で行くなら抜刀自体かなり慎重にならないと。で、最初に狙うべきはやっぱり原種だ。足をこいつに仕向けるように調整しよう。原種の方が突進連打で不安定がちですからね。ステータス的にもこちらからでいいでしょう。射撃する場合は尻尾か翼膜を狙いますが、貫通なら腹に通すのがいいでしょうね。正直エイムなんてしてらんない場面も多いしね。外さない意識のがいいかも。ちなみにこの訓練ではフルチャがついてるが、ソロだとないものと思っていいよ。維持しようとすると足の前進が非常に厄介。抜刀状態で避け続けるのはほぼ不可能です。つまり火力スキルがないも同然、攻撃アップでもついてりゃ楽だったんですが。ま、これは今更だね。道義大会の装備に期待することなど何もない。で、本番はどちらかが怒り状態になった時、これをさばけるかでクリアできるか決まるね。特にアシュが起こった場合ですね。こうなると足につきっきりにならざるを得ません。基本はノウトウ状態でさらに避けに徹する意識で、削っておくのも大事っちゃ大事ですが。アシュはとにかく攻撃のスピードがやばくてね、状況や地形次第で回避不能になることも多い。防御力はそれなりだし、回復も潤沢でお使い数もあるが、このクエだと割とシビアなんだよな。なんせ長期戦必至ですからね。言うて火ダメもでっかいし。飛躍も慎重に使わないと移った時のリカバリが難しく、普通に過ごすだけでそれなりの技量が必要です。とにかく忙しすぎて目の前の対処に精一杯になる。それにしてもクソ長く感じるけどな。閉ざされた塀の中で化け物2頭と戦わされる、ゲーム作業という表現がぴったりだぜ。とはいえ予想できていた範疇ではありますね。コメントで散々やばいやばい言われてましたので。
この機に当時のブログなど漁ったりしたんですが、やはり皆さんこれには苦戦されてたようです。こん時の闘技大会ってね、奈良だと全然募集もなかったからな。マルチ大武器が輝くのは実質フレとのペアくらい、これに苦労した人は多かったろうね。そこテクニックの策の同士打ち戦法と、ほんと先人には頭が下がりますね。ちなみに同士打ちダメはトライ系でかなり高まりましたが、合計って確かそこまでではなかったですよね。どうだろう、初期の頃の作品よりは上がってるのかな。それなりに入るイメージあるんだけど。しかし策を使うとさすがに窮屈だな。片方が疲労してもろくに狙えないわ。本来ならここで持ち込みのオトバクが輝くんですが、突進やら方向やらで邪魔されまくりですね。しかも切れた後はほぼ角で怒り状態が待ってます。本当にしんどすぎる。まだ10針だけど、すでに貫通1も打ち切ってるね。通常3も半分切ってるぞ。これは大変な狩猟になりそうだ。とにかく片方が沈むまで耐えだな。さて、一気に飛んで28分半ほど経過したところで、ようやく片方が沈みました。足から倒れてるのは途中策をミスったせいだね。間違えて原種足を分断しちゃってな。仕方なく足に物理弾を打ち込んでプランが崩れた。あれで数分は損してそうだ。回復アイテムの消費も危険水準まで来てましたので、2頭の時間が長くなったのは失敗でしたね。で、1頭倒れても全然油断はできません。ここからは同士打ちで削れませんが、物理弾も切れてます。つまり通常1に頼ることになるんだが、これがまた扱いづらくてな。連発数1のおかげで速射はなんと6連発。これの隙がとにかくでかすぎる。全弾に当たれば火力はそれなりになるんですが、1回撃つのも命がけです。それに、全弾弱点に当てるには何らか高速がいるので、実質火力は大したことないんですよね。速射は火力と弾持ちをフォローするのも、持ち込み無限の通常1に合ってないんだよな。これが通常2の速射だったら、このクエの印象もだいぶ違っただろう。これ以外本当にできることがないのがしんどいです。マジで罰ゲームって感じですよ。せっかく速射自体は面白い要素なのに、こんなんやらされたら嫌いになるでしょ。しかもこの通常1のターン長いっていうね。超絶うまかったら物理弾足りたりするのかな。どのクエストにもタエの武器種は必ずあるが、これはさすがに一線を隠しすぎだね。装備がどうこうっていうのとはちょっと違いますからね。普段やってる 4G とは別ゲーです。さあ、なかなか攻撃できてませんが、いつまで続くか。やっと終わった。タイムは32分10秒か。マジでこれまでで一番疲れたわ。ザボアのヘビーとはもう全然違うね。言うてもヘビーって火力ありますからね。あっちは物理弾余裕で足りますし。通常1を撃ってる時の虚無感たるや凄まじいです。久々に撃ちましたよこれ。連発数が完全に足かせになってるっていうね。いや、麻痺弾を想定してんだろうけどさ。で、報酬はお決まりのコイン1枚だよ。32分集中してこれかよ。長時間労働の後に突きつけられる B ランク。ブラック企業も真っ青の待遇ですね。さ、何はともあれディア2頭もコンプしました。いやー、長かった。スキュラもまあまあ時間はかかってるからな。2連続で潰すのはなかなかハードだったぜ。ただ一気に2クエスト分消化できたぞ。残りはなんと2クエのみだ。予定より早めたので進捗はいい感じですね。これからクエストの難度もどんどん上がっていきます。つうかぶっちゃけ、この企画はディアからが本番。非常に不安です。ここまで来たらしっかり乗り切らないと。ピアスはすぐそこで待ってるぞ。ほいじゃ、次の動画で。またね。